おかえりなさい。今日はお父さんも一緒に食べられるって。だから、ちょっと待っててね。その間に宿題済ませておくね。英語から片付けようっと。問題集と一緒に、何のプリントだろう。さっきまでさとこちゃんを呼ぶのに使っていた紙。でも、しんのすけくんが丸めて捨てたはず。こんな綺麗な状態で、どうして、ちゃんとかなの字だ。幼馴染の字を見間違えるはずがない。どうして。携帯、こんなタイミングで。はい、入江です。俺だよ。なべくん。カバンの中にさっき捨てた紙が入ってたんだ。まさか。俺だけじゃない。かなちゃんやまゆやしんのすけもだ。生徒会長もそうなんじゃないかと思って連絡してみた。知らない。何も入ってなんかいない。本当か？大丈夫。もうすぐ夕飯だから切るね。こんな非科学的なこと起こるわけない。でもこんな気持ち悪いものゴミ箱に捨てておけない。燃やすべきだ。あの時捨てたものがみんなのカバンの中に入っているのだとしたら、帰ってもらう呪文を言わなかったからみんなの家にまでついてきた。嫌だ、怖い。怖くて眠れなかった。まゆは遅刻か？いや、体調不良で休むと学校には連絡があったらしいんだが。だが、なんだ？俺にこんなメールを送ってきた。見てくれ。これだけ？あ、一体何なの？話を聞きたいが、体調不良で休んでいる相手に連絡するってのもな。怖いよ。不気味すぎる。きっとまゆちゃんも自己愛知のようなものにかかってるんだよ。だからみんなはしっかりして。そうだな。かなもね。みんな、聞いてくれ。何？怖い顔して。うちの母親が知っていたんだ。さとこちゃんは実在したらしい。まさか。今は使われてない旧校舎で事件は起きたらしいんだ。学校としては失態だ。だから教師たちはそれを隠蔽している。嘘だ。この学校の先生たちが？信じられない。一つだけ確かめる方法がある。何？図書室に歴代の卒業アルバムが保管されてる。それを遡っていけば見つけられるかもしれない。でも名字ぐらいわからないと。猪俣。珍しいから見つけやすいだろう。すごい量。案外歴史がある学校だったんだな。5年分ずつ手分けして調べよう。見つけたのか？見せてみろ。これは家だ。怖い。でも確かめなきゃ。こんな
情すらわからないほど異様に長く伸ばされた前髪、さとこちゃんをやるときに用意する髪、その中心に縦線をたくさん走らせた模様、まんまだ。すべてがつながっていく。住所が書いてある。お宅にお邪魔しようよ。墓前でむやみに呼び出してごめんなさいって謝ろうよ。そうだな。住所を書き留めておく。ここのはずなんだけど。空き地。どういうことだ？近所の人に聞いてみようよ。隣の空き地って10年ほど前には一軒家が建っていたと思うんですが、交流はありませんでしたか？はい。私は20年以上ここに住んでるけど、隣はずっと空き地よ。住所、間違ってない？これでも初期だぜ。書き間違えるかよ。ねえ、どういうことかわかる人いる？もしこの空き地に住んでいたというのなら、近所の人たちも隠蔽をしているってことだ。どうして？どんな理由で？おそらくタブー。超自然的な力や霊現象は共同体において触れてはならないものとされる。メール、しんのすけくんからだ。どういうこと？何が私たちの身に起きているというの？おはよう、生徒会長。挨拶しただけなのに、そんな怖がらなくても。ごめんなさい。ずっと誰かに見られてる気がする。振り返ったら、あの前髪を垂らしたさとこちゃんの顔があるんじゃないかって。怖くて、怖くて、もう嫌だ。頭がおかしくなりそう。今度はしんのすけが欠席だ。体調不良らしい。そんな、しんのすけくんからのメール、もしかしてみんなにも届いた？カナにも？俺にもだ。次は私の番かもしれない。何が？いなくなるのが。誰もいなくなってなんかいないよ。まゆちゃんもしんのすけくんも体調不良で休んでるだけだよ。違う、今起きてるのはそんなことじゃない。何者かの意志で一人ずつ消えていってる。そんな、まさか。生徒会長もここまで来りゃわかるだろ。俺たち全員呪われてんだよ。さとこっていう死人にさ。こんなことって本当に起こり得るのだろうか。もう立っていられない。怖い。家に帰りたい。臨時放送です。2年 A 組の中田香奈さんを見かけた方は至急先生に報告してください。繰り返します。今度はカナが消えたんだ。本当だったんだ。これは呪いだ。私たちがタブーを犯してしまったんだ。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。早く帰ろう。お母さんとお父さんならきっと守ってくれる。相手が誰であろうと、もう生きていない霊であろうと。そして帰り道、
地下鉄のホームで電車を今か今かと待っていた時です。肩を叩かれました。あまりの怖さに、私は逃げ出したんです。黄色い線の向こう側に。次目覚めたのが、死後の世界の学園でした。そんな最後だったの？現実でそんなことって起こり得るのかしら？ねえ、失礼なことを聞くけど、あなたのようなおとなしい子が生徒会長になった経緯を教えてもらえない？はい。私はいつだって目立たない子で、目立つことを嫌ってきた人間でした。注目されると、息が苦しくなって、逃げ出したくなって、人と面と向かって話すのも苦手で、すぐ顔が赤くなって、小さい頃はからかわれて過ごしました。そんなあなたがどうして？始まりは、中学3年の時にクラス委員長に抜擢されたことです。それはなんていうか、面白半分で投票だったんですけど、誰かが面白がって推薦で候補に挙げて、それで他のみんなも面白がって私に投票したんだと思います。それでクラス委員長になっちゃって、もっとふさわしい人はいっぱいいたのに、でもなったからには頑張らなくちゃって。頑張り抜いたのね。それはもうひどいクラス委員長だったと思いますけど、1年続けました。そのクラスメイトの誰かが高校にもいたんじゃん。誰かどころかエスカレーター式なので、ほとんど同じ顔ぶれでした。え？ことあるごとに私は目立つ場所に立たされました。それで行き着いたのが2年生の2学期に行われた生徒会選挙で、私がまたも推薦で候補に上がって。みんなが楽しがって投票して生徒会長になってしまったと。はい、そんなところです。入江さん、この際はっきりと伝えるわ。そのさとこちゃんの一連の出来事は、あなた以外の生徒会メンバーがグルだったのよ。どういうことですか？あなたを騙していたってこと。私の予想だと、どこかにカメラが隠してあって、ずっと入江さんの挙動を捉えていたと思うの。はい？要は、ドッキリよ。どうしてそんなことを？動機は例えば、文化祭で我が校の面白生徒会長として上映しようとしてたとか、ドッキリのコンテストがあって、それに応募しようとしてたとか、考えられるわ。そんなこと、ないはずです。だって入江さん自身は、一度もオカルトに出くわしてないじゃない。周りがそういうことが起きているとあなたに伝えているだけで。あれ？本当だ。ゆりすごい。でも、初期の子の親もさとこちゃんの事件は知ってた。あなたは直接聞いてないんでしょ？初期の子の作り話よ。さとこちゃんの家がなかったことは？元から空き地だった。周りの住人が知らないのは当然。だったら、なんでそんなことを？その答えはあなたの口からすでに出ているわ。まさか。面白半分だって。でも、そんな人を死に追い込むようなことはしない人たちでした。特に会計の子は私の唯一の親友と言ってもいい子で、小学生の頃からの幼馴染で。もしかしたら最後に入江さんの肩を叩いた子こそがその親友かもしれないわ。どういうことですか？そんな危険な場所で親友のあなたを驚かすはずがないもの。純粋に知り合いがあなたの肩を叩いたのよ。でもあなたは生徒会がグルになって行っていたドッキリに引っかかっていたから、
パニクって線路に飛び出した。私、そんなことで、また、みんなに迷惑かけたんだ。何言ってんのよ。いい迷惑なのはあなたの方でしょ。そんな理由で私が死んじゃったりしたら、生徒会のみんなも、カナも、ずっと後悔し続けるはずです。そう。あなたはそんな過去を抱えて、死後の世界に存在していたんだ。追い込んだ人たちを恨んでも仕方ないぐらいなのに、入江さんは優しい人なのね。そろそろ交代しなくちゃな。そうね。今は休みましょう。そして、それからどうするかを考えましょう。入江さん、眠れそう？疲れ果てているので、おそらく。今は休んでおいた方がいいわ。はい。